地球の生命はおよそ35億年前、あるいはそれよりさらに早くに登場したと推定されています。しかし最初の生命が正確にいつ、どのようにして現れたのかは、まだ分かっていません。生命のなかった世界から、どうやって最初の生命が生まれたのでしょうか。これは、科学がまだ完全には解き明かせていない、最も大きな問いなのです。まず、生命が誕生するには何が必要だったのでしょうか。水とエネルギー、そしてアミノ酸や核酸の構成成分といった有機分子が必要でした。1953年、ミラーとユーリーは初期の地球を想定した環境に放電を加え、アミノ酸を作り出しました。実際の初期大気の組成については議論が続いていますが、生命の材料が生命なしでも自然に生成されることを示した重要な実験でした。では、その材料はどこで集まり、複雑になっていったのでしょうか。一つ目の仮説。深海の熱水噴出口です。海底から熱い水と化学物質が噴き出している場所です。エネルギーと多様な鉱物が豊富です。現在でも熱水噴出口の周辺には、太陽光が全くないにもかかわらず、化学エネルギーを利用して生きている生物がいます。実験室での研究では、これに近い環境が生命の材料を作る反応を促進し得るという可能性が確認されつつあります。二つ目の仮説。暖かい小さな水たまりです。チャールズ・ダーウィンが1871年の手紙で触れたアイデアです。陸地の小さな水たまりで有機分子が濃縮され、水に浸かっては乾くという過程が繰り返されるうちに、より複雑な分子へと発展した可能性です。こうした環境が RNA のような複雑な分子の形成に有利だったかもしれません。三つ目の可能性。材料の一部が宇宙から届いたかもしれません。隕石や小惑星のサンプルからは、アミノ酸など様々な有機物が見つかっています。初期の地球に数多くの小惑星や彗星が衝突する中で、生命の材料の一部を届けた可能性もあります。生命そのものが宇宙から来たのではなく、材料を宇宙が届けてくれたという仮説です。どの仮説が正しいのでしょうか。まだわかりません。熱水噴出口と暖かい水たまりは、現在活発に研究されている代表的な仮説です。しかし、一つの場所で全ての過程が起きたのか、複数の環境を経て生命が誕生したのかも、まだ明らかになっていません。結論。生命の起源は、科学が最も真剣に探求している問いです。無生物の科学が生命へとつながった過程は、まだ完全には解明されていません。しかし一つだけ確かなことがあります。数十億年前、地球のどこかで、ありふれた物質が生命へとつながる驚くべき変化が、実際に起きたのです。現実より面白い想像、ずっと気になっていたこと、ありませんか？コメントで教えてください。次の動画でお答えします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。